皆さんこんにちは、ケニーです。今回も eFootball アプリの戦術的解説をお届けします。この動画では eFootball 的ゲーゲンプレスを解説します。先日 eFootball にユルゲンクロップが搭載されました。今回のクロップはショートカウンターとポゼッションという2つのチームスタイルを扱えるのが大きな特徴と言えます。そしてクロップといえばやはりゲーゲンプレスです。しかしここで一つ理解しておくべきことがあります。それは eFootball で現実そのままのゲーゲンプレスを完全に再現することはできないということです。プレッシングの強度、選手間の連動、そして現実特有のカオス。これらを 100% 再現することは不可能です。だからこそ今回のテーマは再現ではなく再構築です。eFootball というゲーム構造の中でどうすればゲーゲンプレスの思想を最大化できるのか。いわば eFootball ならではのゲーゲンプレスをこの動画で解説していきます。ぜひ最後までご視聴ください。ではまず、そもそもゲーゲンプレスとは何か、ここから始めていきます。簡単に言えば、ボールロスト直後に即時奪回を狙うプレーです。ただし、相手のビルドアップに対して前線からボールを奪いに行くハイプレスとは本質が異なります。ゲーゲンプレスはボールロストの瞬間を起点にするプレスです。守備の開始位置ではなく、ボールを奪われた瞬間がトリガーになります。そしてこの背景にはポジショナルプレーとは異なる哲学があります。ボールを奪った相手はカウンターのために前進します。その瞬間、守備組織が未整理な状態になります。そこで奪い返せば最も無防備な局面をつくことができる。だからこそクロップはゲーゲンプレスは最高のゲームメーカーであると語りました。ボールダッシュそのものが攻撃であり、トランジションを最も価値の高い局面と捉える視点。そしてこの思想を明確に打ち出し、現代サッカーのスタンダードへ押し上げた中心人物の一人。それがユルゲン・クロップです。では次に、クロップとは何者なのか、その歴史についても簡単に触れておきます。クロップは現役時代の大半をドイツ2部のマインツで過ごしました。一部でのプレー経験はなく、スター選手とは言えません。しかし1995年、ボルフガング・フランクという監督がマインツにやってきます。当時のドイツではマンマークとリベロを軸とした守備が主流でした。その中でフランクは442のゾーンディフェンスを導入します。今では当たり前の概念ですが、当時はまだ革新的な選択でした。クロップはこの構造的守備を選手として体感します。そして2001年、3部降格の危機にあったマインツは、当時現役選手だったクロップを監督に昇格させるという決断を下します。結果、マインツは2004年にクラブ史上初の一部昇格を達成し、その後クロップはドルトムントで飛躍します。ただ重要なのは実績ではありません。ゾーンディフェンスを理解していた選手が、その構造を極限まで推し進めた監督になったという点です。ゲーゲンプレスは闇雲にボールを追い回す戦術ではありません。コンパクトな陣形と整理された守備構造があるからこそ成立するものです。このことを理解できていなければ eFootball で形だけを真似しても機能しません。再現ではなく再構築。構造を理解し、その思想をゲームに落とし込むことが重要です。さて、ここからは理論ではなく実装です。まず今回使用するスカットから解説していきます。今回のスカットがこちらです。フォーメーションは2トップが縦関係の442。チームスタイルはショートカウンターを使用します。守備が難しいチームスタイルではありますが、ゲーゲンプレスの実現にはショートカウンターのボールを奪いに行く動きが必要不可欠です。では陣線について。まずはセンターフォワード。ここはスピードのあるラインブレイカーを配置します。ゲーゲンプレスを最大化するためにチェイシングのスキルがあれば理想です。次にセカンドトップ。ここはテクニック型、パスとドリブルで攻撃の起点になれる選手を置きます。また、選手指示でディフェンシブを設定することで、裏に抜ける動きを抑え、ゲームメイクに専念させます。今回の戦術では、アグレッシブな守備型の選手を多く起用しています。だからこそ一人、創造性を担う存在が必要です。さらに、本職がミッドフィルダーの選手を使うこともポイントです。守備数値も一定の水準がある選手を使うことで攻撃の質を担保しながらプレスの強度を上げる狙いです。続いて両サイド。ここが今回の最も特徴的なポイントで CMF 起用でハードプレスの選手を使います。
本来このポジションはドリブルやクロスで違いを作れる攻撃的な選手を置くのが一般的です。しかし今回はあえて完全守備型の選手を配置します。理由は明確です。CMF 起用にすることで攻撃時は中央寄りでプレーします。つまりボールロストした瞬間、すでにボールの近くにいる状態を作ることができます。スペースを圧縮した状態からそのまま強度の高いゲーゲンプレスへ移行する設計です。さらにハードプレスは操作しなくても自らボールを奪いに行く動きをしてくれます。今回のコンセプトと最も相性が良いプレイスタイルです。次に2ボランチ。ここはプレイスタイルがアンカーの選手を起用します。ショートカウンターは全体の動きが多く前方向へのベクトルが強いチームスタイルです。だからこそ低い位置でフォーメーションを安定させる存在が必要になります。またゲーゲンプレスの場面では相手フォワードへの縦パスを遮断する役割を担います。続いてサイドバック。ここはプレイスタイルが攻撃的サイドバックの選手を起用します。両サイドを CMF にして中央へ絞らせているため幅を取る役割はサイドバックが担います。ショートカウンターで攻撃的サイドバックを起用するのはリスクがあるようにも思えますが、今回は2ボランチにアンカーの選手を起用しているため最終ラインのカバーリングが間に合う構造になっています。次にセンターバック。ここはスピードのある選手を起用します。ショートカウンターは背後に広大なスペースを与えてしまうため、そこで走り負けない速いセンターバックがどうしても必要になります。最後にゴールキーパー。ここは可能であればノイヤーを起用します。ノイヤーは固有 AI によって積極的に前へ出る動きを持っているため、いわゆるスイーパー的な振る舞いによってセンターバックが追いつけないボールにも対応することができます。このようにボールを奪いに行く、スペースを消す、そして危険なエリアをカバーするという3層構造によって e フットボール的ゲーゲンプレスが成立します。以上が今回のスカット解説です。続いてこれらがどのように機能するのか、試合でのプレーを解説していきます。ではまず、ゲーゲンプレスの準備について解説します。当然ですが、e フットボールではプレイヤーは常に俯瞰の視野を持っています。さらに、味方の位置を細かく確認しなくても、ボタンやフリック一つで前線へ正確なパスを通すことができます。つまり、現実よりも簡単にプレス回避できる構造になっています。ここがまず大きな前提です。だからこそ重要になるのがどこで失うか。ゴールロストの瞬間だけを切り取ってもゲーゲンプレスは成立しません。まず必要なのは相手を押し込むことです。ポゼッションを高め、相手陣内でプレーする時間を増やすことで、自然と相手のディフェンスラインが下がり、選手間の距離も短くなる。その結果、相手がボールを奪った時に使えるスペースは圧縮され、パスの選択肢も限定されます。この状態を作って初めてボールロスト後のプレスが意味を持ちます。そして相手を押し下げる場面で重要になるのがセカンドトップの存在です。選手指示でディフェンシブを設定しているため、この選手はやや低い位置でボールを受けます。この中央の経由点を通してボールを循環させることで、味方の距離感を保ったまま押し込むことができ、結果としてボールロスト時にスムーズにプレスへ移行できます。さらにセカンドトップは裏への動きが抑制されているため、ボールロスト直後にそのまま1人目の守備者として機能します。これは偶然ではなく設計によって生まれる必然です。このようにゲーゲンプレスは奪う瞬間から始まる守備ではありません。奪える状況をあらかじめ構造として整えておく守備です。ボールロストの地点を設計すること、それがこの戦術の準備段階になります。to help.
Like a Hellcat.次に本題であるゲーゲンプレスの場面を解説していきます。ただ、先ほど解説した準備が整っていれば、ゲーゲンプレスを発動させるために特別な操作は必要ありません。やることは非常にシンプルです。近くのパスコースを切るか、ボール保持者に即座にアプローチする。このどちらかです。なぜこれだけでゲーゲンプレスが成立するのか。これまでの準備ですでに相手のスペースは圧縮され、パスの選択肢は限定されています。つまり、ボールを奪える条件があらかじめ整っているということです。e フットボール的ゲーゲンプレスは操作の問題ではなく、準備の結果として発生する構造的な現象です。奪いに行くよりも奪える状況を作ることが重要であることを覚えておいてください。No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gang green. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles, run these rappers to my shin splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. 次に解説するのがミドルプレスです。これはボールロスト直後のプレスではなく、相手のビルドアップに対してミドルサードでボールを奪うことを目的に設計されたプレスです。発動できる場面は多くありませんが、何よりゾーンディフェンスの面白さを体感できます。手順としては2つです。まず相手のビルドアップに対して中央へのパスコースを遮断し、ボールをサイドへ誘導します。ここでは奪うことではなく、サイドにボールを出させることが目的なので、相手のサイドの選手はあえてフリーにしておくことがポイントです。そしてサイドにボールが出たら、そこに対して複数人で囲い込みます。ボールホルダーに対して壁を作るようなイメージです。このように選択肢が少ないサイドにボールを誘導し、奪うのがミドルプレスです。ただ、e フットボールにおいて、このように丁寧にビルドアップしてくる相手は非常に少なく、発動するべきタイミングがあまりないことは理解しておいてください。また、連動がうまくいかず、ボールを奪いきれないことも多々あります。それでもクロップの原点でもある442のゾーンディフェンスを味わうことができるので、チャンスがあればぜひ実行してみてください。
ここまではゲーゲンプレスとミドルプレスを解説してきました。ただ、これらはいわば相手のミスにつけ込む戦い方です。対戦相手のレベルが上がれば上がるほど相手はミスをしなくなるので、当然プレスが機能する場面も少なくなります。そこで必要になるのがボールを奪われることなくそのまま点を取り切る手段です。ここからはそのための2つのパターンを紹介します。まず1つがシンプルにラインブレイカーの裏抜けを使うパターンです。この場面ではセカンドトップの選手がラストパスを出すのはもちろん、両サイドの選手も CMF 起用にしたことで中央かつ上がりすぎないポジショニングによってパスの出し手として機能します。2つ目のパターンが CMF の選手をパス&ゴーで走らせるプレーです。レベルの高い相手であれば先ほどのセンターフォワードへのスルーパスは警戒されうまく使えないことが多くあります。しかしその分 CMF に対するケアが甘くなりがちなのでそこを攻略します。ただ自動的な動き出しに頼るのは不安定なのでパス&ゴーで意図的に走らせます。操作はシンプルですが警戒の外にある動きだからこそ決定機につながります。最後に解説するのが試合のクロージングです。つまりリードしている状態でどのように試合を終わらせるか。今回の戦術はショートカウンターのチームスタイルによるハイラインが武器ですが、
リードしている試合終盤にはそれがリスクになることもあります。そこで今回のクロップの強みが登場します。リードしている試合終盤、チームスタイルをポゼッションに切り替えます。ポゼッションはショートカウンターほどボールへの意識が強くないですが、その分安全に守備ができるのが特徴です。さらに近い距離感を保ったままボールを保持できるため、時間を使いながら試合をコントロールできます。こちらがボール保持している限り、相手は攻撃できません。ボール保持は最もリスクの低い守備の形です。さらにセカンドトップの選手に変えて守備的な選手を CMF でクローザーとして起用することも有効です。これにより陣形は442から451へと変化し、仮にボールを失ってもブロックを敷いて冷静に対応できます。ショートカウンターで主導権を握り、終盤はポゼッションで締める。攻め切る設計と逃げ切る設計、その両方を備えている点が今回の戦術の本質です。Laser and charged particle beam weapons. Weapons activated. 今回は e フットボール的ゲーゲンプレスを解説しました。ゲーゲンプレスはボールロストの瞬間だけを切り取った戦術ではありません。どこで失うかを設計し、奪える状況をあらかじめ整えておく。その構造まで含めて初めて機能します。そして今回のクロップではショートカウンターで奪いに行き、終盤はポゼッションで締める可変型の戦術設計が可能です。ぜひこの動画を参考に普段のポゼッションとは異なる戦術を楽しんでください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。